皆さんようこそ、東方研究スクールへ。研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は謎多き山、妖怪の山の闇に迫っていきますよ。妖怪の山といえば社名丸綾や、カッパのニトリ、神の森や一家などが住む山だよな。そう、そんな多彩な種族が住む妖怪の山には多くの謎がありますので一緒に闇に迫っていきましょう。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは、早速授業スタートです。ということで、謎多き妖怪の山ってどんな山なのか解説しますね。この山は、人間より昔からこの地に住み着いている妖怪が多く住む場所。通常、幻想郷で山といった場合はこの妖怪の山のことを指すことが多いですね。この妖怪の山ではニトリ、もみじ、三毛、茨城河川、酒種ムノといったいろんな種族たちが住んでいるんだぜ。ここに住む妖怪たちは、人間や麓の妖怪とは別の社会を築いていて、幻想郷のパワーバランスの一角を担っていますよ。特に天狗やカッパは外の世界を模倣した高度な技術力を持っていて、天狗は写真印刷出版の技術、カッパは鉄鋼や建築道具の作成などの技術を持っています。最近では、硬いポテトチップスの袋を簡単に開ける機械を開発したらしいですよ。それ需要あります？こういった技術の高さから、この山に攻め入る妖怪はいないですね。山の妖怪は一部の妖怪を除き、幻想郷のどの種族よりも陽気で仲間意識も高くて、高度な技術と相まって近未来的で豊かな生活を送っているとのこと。ただ、その仲間意識の高さから、よそ者に対する風当たりは強く、山の侵入者に対しては、相手が何であれ全力で追い返されてしまうようです。なのに急に現れた森や一家よく受け入れてくれたな。多分最初は実力行使。特に天狗は、味方がやられると確実に敵対姿勢をとっているんですよ。ほう、他の妖怪にない特徴だね。また、かつては鬼や悟りも妖怪の山に住んでいたのです。悟り妖怪といえば小明寺悟りと小石だけど、彼女たちも妖怪の山にいたのか。そして鬼の立場は天狗の上司に当たります。そのスイカは前回紹介した通り、白霊神社に入り浸って現在も暇人生活を楽しんでいます。お酒好きが住み着いて霊夢も大変そうと思いますが、スイカは白霊神社が崩壊して霊夢が悲しんでる時に、進んで神社を建て直しを手伝っていてとても性格のいい鬼なんですよ。その時に、妖怪の山の上司の立場を使って妖怪の山に住む妖怪を集めて復興を手伝わせていました。スイカは見た目はどう見ても10代前半なのにすごい権力あるんだな。鬼がいなくなってからは、陽気でのんびりとした生活を送っているようですね。もし、スイカが神社に住み着いた理由が気になる方はこちらを見るといいぜ。ちなみになんですが、今回は貝塚と風神録を強めに話をしています。前回は水無双で、次回は地霊殿のキャラが出てくるってことね。そう、タイトル順でキャラを出してるのでわかりやすくしていますよ。霊夢さんにしてはなかなか考えていますね。それ軽くディスってるよね。また、外の世界のような、近代的な豊かな生活を送っているようですが、どの程度かは不明です。その理由として、山の妖怪は仲間意識が他の妖怪よりもはるかに強く、その上排他的な面があるため、侵入者は許さず排除しにかかる危ないところだからです。そのため、山に侵入する者はほとんどいないんですよ。妖怪の基本的な特徴として、一人か少人数で行動することが多いが、天狗は他の妖怪にはない特徴を持っているんだな。幻想郷の図鑑のような東方部門式を書くアーキド博士によると、いやオーキド博士やないんやから。噂では、山の内部に大きな空洞があり、外の世界さながらの未来楽園を築いている、とも言われています。おいおい、そんな裏設定があったのかよ。天狗の新聞からもそれらを想像できるもんな。そこには一日中太陽の光が届き、自動化された工場で生活に必要な道具を生み出し、妖怪たちはお酒を飲みながら新聞を読んでその内容で語り合い、楽しく暮らしているとのこと。その空洞の中には禁じられているはずの結界に穴を開ける行為を行い、外の世界と繋がっているところがあるから、他の妖怪や人間を寄せ付けない、とさえ言われています。こういったことから妖怪の山は謎が多く闇が深いですね。妖怪の山闇が深すぎるぜ。改めて東方めちゃくちゃ面白いな。そんな謎多き妖怪の山に最近引っ越ししてきた者もいます。東方風神録以降は山の上には諏訪子たちが住む森や神社を構えていて、山に住む妖怪たちを筆頭に信仰を集めているんだぜ。そして結論から言うと妖怪の山の正体は、神話の中にある八ヶ岳という山。歴史に詳しいケイネ先生によると、幻想入りした本来の姿の八ヶ岳。模倣が節となるエピソードにおいて、向かう予定だった山で、この花咲夜姫の姉である岩永姫がおわす山なのです。
富士山の主であるこの花咲夜姫が背比べに負けた怒りで、蹴り崩して小さくなってしまったのが現在の八ヶ岳であるとされているため、妖怪の山は富士山よりも高いことになります。いや富士山よりでかい山のてっぺん吹っ飛ばしたとか咲夜姫強すぎでしょ。そしてもこうは咲夜姫と会ったことがあります。咲夜姫は美人ですが、少し性格に難があるようで、この花咲夜姫の姉で不死と不変を扱う女神石長姫のいる八ヶ岳に行って、もこうと同行していた岩笠に蓬莱の薬を燃やしなさいと言ったのですよ。もこうの不老不死となる蓬莱の薬を飲む理由としてこの花咲夜姫が関係しているため、あの時、ケツさえいなければ、といったこともあり、この事件の元凶の一人として恨んでいるようです。詳しいエピソードは東方暴月賞の小説版を見てみるといいぜ。ちなみに、咲夜姫はすごく美人さんなので、モデルとしてかぐや姫が書かれました。栄夜賞と風神録のつながりもあるのか。もうすでにかなり頭こんがらがってきたぜ。名前の通り間違いなく、いざよい咲夜ともつながっていますからね。闇が深まるばかりですよ。また、幻想郷の面積がかなりあることが改めて分かりましたね。前回紹介した白翼楼のデカさといい、幻想郷相当広いことになるな。現在八ヶ岳といえば長野県山梨県にまたがる火山群の総称です。先ほども言ったように、かつては富士山よりも高い一つの山だったという伝説があります。妖怪の山はその砕ける前の、幻想となった八ヶ岳ですね。そのため標高はおそらく4000メートル前後と思われます。ちなみに、元ネタの神話のバリエーションにおいて、妹の立品さんは砕けた八ヶ岳を見て泣き、それが溜まって諏訪湖になった話もあります。なるほど、諏訪湖たちの守谷神社はそういった縁があって妖怪の山に置かれたのか。というか湖になるなんてすごい涙だな。咲夜姫と一緒に富士山に住んでいた姉の石長姫は妹の所領に嫌気がさして、砕かれた八ヶ岳に引っ越してしまいましたが、100年ほど前に妖怪の山に引っ越してきたらしいですね。石長姫は不死を司る神様で、不死の力には火山を活性化する効能もあるらしく、100年前から妖怪の山から火山の煙が昇るようになったのです。なのでケイネはこの山から出る煙のことを不人の煙と言っていますね。カッパの工場や天狗ののろしではなかったのね。余談ですが、風神録は富士の山と不死の山、そして風神がかけられていると思われます。そして、富士山でもう一人関係があるキャラがいるのですが、これに気づいた視聴者さんはさすがですね。実は一面ボスにしては、謎多き妖精エタニティラルバもこの山に関係があると思われます。ああ、一面ボスだけど幻想郷の賢者の一人の沖永神かもしれないといったキャラだよな。そう、ラルバの元ネタはおそらく常世の神と言われていて、この神を祀れば不老不死になれると言い伝えられてきました。また、常世の神は富士川周辺で祀われていたそうなので間違いなくつながりがありますね。うわぁ、いろいろつながってきてめっちゃ面白いぜ。エルバはかなり伏線が張られているのでこれからも注目ですね。そして先ほども言ったように、風神録にて守谷神社が転移してきたのもこの妖怪の山で、妖怪の山に受け入れられた神と人間という点では、初めてのことですね。現在は、天狗の長である天魔が妖怪の山を治めているのですよ。ちなみに、守谷神社の二柱である金子、諏訪湖は山に受け入れられただけであって、妖怪の山を治めているわけではないんだぜ。そして気になる妖怪の山の住人はこんな感じです。社名丸綾、姫街道旗手、犬走りもみじ、飯綱丸めぐむ、山城高根、小千谷早苗、八坂かな子、森安和子、茨城河川、チェン、坂田根むの、豪徳寺三家、駒草三女、庭渡りくたか。そして、おそらく住人の可能性があるキャラクターは、秋静葉秋みのり子、影山ひな、下巻司となっています。まさかこんなにも妖怪の山に住んでいるキャラがいたとは。ぜひとも登ってみたい山ですね。カブトムシ捕まえるために。いや登る理由が小学生かよ。それでは、妖怪の山の住人を紹介していきますね。時間の都合上今回は代表として天狗の社名丸綾、カッパのニトリ、そして最近住人となった守谷一家について解説します。まずはカッパのニトリなのですが、人間が好きなのに人見知りするエンジニアであり、これ以上危険なところへ行かせまいと主人公の前に現れて追い返そうとしてくれたのです。ゲゲッ人間は有名なセリフだよな。カッパであるためキュウリが大好物。あとカラーボールも。それは二次創作の設定です。一方で、カッパである以上頭の上には皿があるはずですが、常に帽子をかぶっているため詳細は不明。それは闇深い。ちなみに着ている服は高額迷彩スーツであり、手段は不明ですがこれで姿を隠すことができるようです。技術者として、茨河川では他のモブカッパたちと共にとある大規模な工事に参加していますが、工事の長期性大規模性がカッパのメンタリティに合わず、計画自体が頓挫したりもしました。そういえば、なんでカッパなのに技術者として描かれているんだ？
いい質問ですね、マリーゴールドさん。いや今あいみょん関係ないから。東方プロジェクトにおいてカッパが技術者として描かれる理由は、カッパとは大陸から渡来した技術者のことを指す、という説があるからではないかと推測されます。幻想郷におけるカッパは技術に対する関心が非常に高く、ニトリも例外ではないようで、八坂かな子が山の産業革命を計画した際には喜んで参加していますね。ニトリのテーマ曲は芥川龍之介のカッパで、この由来は芥川龍之介の小説カッパからでしょう。名前の由来もそのうちにやっと気がついてみると、僕は仰向けに倒れたまま、大勢のカッパに取り囲まれていました。という一節からと推測されていますね。なんだお値段以上じゃなかったのか。その家具屋は幻想郷入り絶対しないっす。他にも特徴設定などにカッパが由来とされるものが散見されています。ちなみにシリコ玉も取るようなので、人間好きとはいえ注意が必要です。ド M の方ならありかもですが、ド M でも無理でしょ。さて、次に紹介するのは天狗の社名丸あや。妖怪の山に住むカラス天狗の少女にして新聞記者。驚いた時にあやややや、という特徴的な驚き方をします。白麗大結界の成立よりも以前、1000年以上前の鬼がいた頃から幻想郷に住んでいて、現在の幻想郷にはない海を知っていますよ。あやはかなり古参の妖怪で、仙台巫女のことも知ってるようだぜ。種族はカラス天狗で、天狗の一種であり、主に報道などを担当しています。天狗は里の人間から神として崇められることもある神格化した妖怪。阿久の東方愚問式によれば、風を起こす山の神とのことだぞ。また、冒頭でも言ったように天狗は幻想郷で唯一の世界に負けない程度の高度文明社会を有する種族で、他の妖怪よりも個々の力や団結力が強く、そして組織だけを優遇して他を退ける傾向にあります。実は彼女自身は、幻想郷でも最高クラスの力を持っていますが、決して力を見せびらかせようとはしません。これは彼女に限らず天狗の特性ですね。へえ、あやって新聞のことしか考えてなさそうなのに実力もあるんだな。風神録では霊夢に手加減で相手してあげるよって言ってるあたり実力がわかりますね。天狗たちは新聞を自費出版しているらしく、定期的に大会まで催されていますが、自費出版で出される新聞は本来の情報伝達媒体としての新聞より、ゴシップなどの娯楽性を重視されていて、内容の信憑性よりエンターテイメント性が重視されています。あやが個人で出版する新聞の名前はブンブン丸新聞と言いますよ。私も未だに新聞は読むようにしてるんですよ。ああ、スポーツ紙のところのエチエチなところをよく見てるよな。バレてたのか。本当にそうだったのかよ。それではラストに紹介するのは守谷一家です。東方プロジェクトのキャラクターである小千谷早苗、八坂かな子そして守谷諏訪子の3名は、守谷神社の住人であり、かな子と諏訪子が祭神、早苗がその巫女ですね。諏訪子は早苗の先祖にあたり、原作ではかな子と諏訪子が早苗のサポートに回ることが多いのです。そのため、二次創作ではかな子と諏訪子が両親のような立場で早苗を我が子のように見守るという、実の家族のような関係で書かれることが多いです。本物の家族のように書かれることが多く、まさに守谷一家というべき映画や動画がたくさんありますが、ギャグ方面ではちゃめちゃな展開になっているものも多いですよ。そういえば、なんで守谷神社には八坂かな子が祀られているんだ？かな子は過去に御社宮様を統括していた守谷神である守谷諏訪子の治めていた国を侵略しました。諏訪子は当時最先端であった鉄製の武器を持って応戦しましたが、かな子が細い植物のつるをかざすと鉄でできている武器はたちまち錆びてしまい、諏訪子はかな子との心力の差を確信し王国を明け渡したのですよ。なるほど、だから八坂かな子が守谷神社にいるんだな。それだと仲が悪そうだけど、かな子と諏訪子の仲はどうなんだ？現在は守谷神社でかな子と共に仲良く暮らしていて、その仲は喧嘩するほど仲がいいというもの。諏訪子自身も感謝していると言っているので、侵略されたとはいえ怒ってる様子はないですね。風神録では当初、表立って姿を現さず、山の妖怪たちからも守谷の神社にかな子以外の神がいるらしいといった謎の存在とされていました。そして小千谷早苗は、八坂かな子の巫女にして守谷諏訪子の遠い子孫。しかし、早苗本人は自身が諏訪子の子孫であることを知らないようですね。早苗は風はふりといって諏訪に置かれた神職の一種で、ざっくり言えば風を収めて豊作を守る巫女のようなものです。スペルカードも五穀豊穣ライスシャワーを使うもんな。最近では信仰を増やすためにロープウェイを作りました。これにより妖怪の山にあまり訪れない人里の人間も訪れやすいようになったようです。ストーリーの設定では、守谷神社は白麗神社より比較的裕福であるらしいですね。ずんさんなんでですか？妖怪とかはたくさん集まってるからやん。冗談はさておき、今回はここまでにします。視聴者さんの好きな妖怪の山に住むキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。